はい、どうもこんにちは、けんゆうです。今回はですね、アボカドの栽培のお話なんですけれども、排水性の悪い、土壌、排水性の悪い土質で、どのように栽培していけばうまく栽培できるのかっていうね、そういったお話をしていきたいと思います。本日はですね、9月10日ですね、天候はすこぶる晴れですね。来週くらいですね、明日か明後日くらいですね、台風が来るんじゃないかっていう、14号が来るんじゃないかって言われてるね、そんな時なんですけれども、今回もですね、少しアボカドのお話をしていきたいと思います。このチャンネルではですね、アボカドの育て方をはじめ、熱帯果樹、いろんな熱帯果樹のですね、栽培のちょっとしたコツとかですね、そういったことをお話ししているチャンネルです。ぜひ興味があれば、チャンネル登録ね、していただけると嬉しいです。カメラを切り替えていきたいと思います。こちらがですね、試験的に栽培をしている、ジャーガルでのですね、栽培になります。ジャーガルっていうのはその粘土層のですね、沖縄県の粘土層のちょっと排水性の悪いような土ですね。で、圃場の環境はですね、ほとんどオープンエアと変わらないような、状況ですね。ネットは張ってあるんですけれども、風は通す、雨は通すっていうようなね環境です。はい、鳥よけとかね、そういった感じの役割があります。はい、で単管パイプで周りを囲ってるんですけれども、これがねアボカドですね。で今回その排水性の悪い土壌でですね栽培をする時のコツなんですけれども、ちょっと結論から言うとですね、蔵付きの畝にして岩ですね、岩石をたくさん入れるっていう感じです。はい、こういった感じですね。これは山から、取ってきたような石なんですけれども、これをですね、ジャーガルの土と一緒にミックスさせて、畝を立てる。でこの畝っていうのもですね、周囲よりも、こういう風にですね、少し円形にして、どのくらいかな、30センチくらい、高めにですね排水性を良くするっていうのをですねやっております。はい、全ての畝ですね。はい、こんな感じです。で、このアボカドの苗はですね実はまだ1年、経ったかなという感じです。経ったか経ってないというような感じです。でうちらですねこういったカビラ系統の、西インド諸島系のアボカド栽培しているんですけれども、この種を、収集してですね、播種しております。これが、先週かな、播種したんです。播種っていうのは種まきのことですね。播種したんですけれども、これがですね1年後、こういう風になっているわけです。でこっちがですね先月播種した、ハスですね。これスーパーから購入したメキシコから来る品種なんですけれども、特徴としては葉っぱがねなんだろうな、うねうねしてるというかこういう波打つようなですね特徴があります。未消化でやると形質が変わるので、こういう風な性質が現れないこともあるんですけれども、だいたいこういう感じのですね葉っぱの質感になります。はい、で種がちっちゃいですよね。で、カビラ系の種はですねこういう風にまん丸と大きい種がですねあります。で、これをですねこういったちょっと周りよりもですねこんもり高いような畝にですね入れてます。こちらに植えている7本のですね苗はですね実は、他の平地のところに1回ですね植えてるんですね。去年ですね収穫した苗アボカド、去年収穫したアボカドの種をですね、ああいう風にロングポットで栽培して、その後にですね他の平地のところに1回定植してるんですね。でその後ですね生育がうまくいかないということで、父親とですねいろいろ考えた結果今こういったところに移植して、でかなりですね生育がいいというような感じになっております。はい、結構新芽も出てきて、おりますね。西インド諸島系の葉っぱはですね、塩害耐性に強いということでですね、こういった、少し肉厚があるような葉っぱなのかな、ちょっと肉厚があるような葉っぱですね。はい、耐塩性とかですね、こういったものに強い、で耐低温性ですね。耐低温性はないんですけれども、比較的あったかいところでですね亜熱帯とか、熱帯国でですねよく作られるアボカドの品種になるんですけれども、こういったアボカドは非常にですね、よく栽培、されております。よく育ちますね。でやっぱり、こういう感じでですね、下側にこういった岩石ですねを入れるっていうことが現在ですね非常にいいんじゃないかなっていうことが、僕たち考えております。でまだその1年目なので、これからですね、どのように、こいつらが成長していくのかっていうのをですね、楽しみに、しているんですけれども、こういうふうに、粘土層のですね粘土質のですね排水性の悪い土壌では、有効な
手段の一つなんじゃないかなっていうふうに、思っております。あと創成栽培、自然栽培ですね。で少しですねこの石を入れる理由とかですね、アボカドの根っこの生理生態を知ると、必然的にこういうふうなことが試されるよねっていうお話を少ししていきたいと思います。いかがだったでしょうか。高畝にしてその中に石を入れてですね、排水性をとても良くするっていう手法ですね。はい、でも、もしかしたらですね砂質の土壌とかですね、ちょっと水はけが良いような土ではあまり参考にならないと思うんですけれども、こういうようなですね粘土質の土ですね、こういったところでは非常に有効な手段かなと思います。はい、僕たちもですねこの自然とか森で栽培しているアボカドの生育の様子を見てですね、そこから着想をもらってですねこういうふうに試しているというようなですね感じになります。はい、でこの後ですね木の仕立てに関してはだいたいこの、60センチくらいでですねピンチをして、摘心をしてですねそこからこう種子から伸びる亜種子をですね引っ張って、で、低く仕立てるっていう人もいますし、で、上にですねもうちょっと伸ばしてですね、2メートル3メートルくらいにですねしてあげて、そこからですね、変則主幹系みたいな形でですねやったり、一文字仕立てとかでねやったりする人もいます。はい、でうちらはですねある程度伸ばして、ここですねこう空間的制限があるので、あまり上に上がりすぎるとですね良くないということで、2メートルくらいになったら摘心ですね。で、這わしていくっていうようなですね、栽培になると思います。這わしていくっていうか、自然に開鳥させるっていうイメージですね。アテモヤですね。アテモヤみたいな、感じでこう、栽培ができたらなと、思います。アボカドの根っこ実は非常にですね浅い位置にあってですね、表層にたまるっていう特性があります。これはですねやっぱり原産国、が、中米なんですけれども、あの辺の熱帯とか熱帯地域っていうのはですね一時的に強いスコール、雨がドバッと降るんですね。で、地面が一時的にドバッと濡れると。で、アボカドの根っこっていうのは酸素要求量がものすごく高いですから、こういった、ことをですね対処するために、地表付近にですね、根っこを這わせて、よく、一時的に瞬間的にドバッと濡れる、土質に対して、表面から乾きやすいですから、そこにね、張っているっていうことがあります。なのでその排水性の悪い土壌でですね栽培する時にはものすごくこの、敏感、なんですよね。またアボカドの根っこっていうのはですね、排水性とか、酸素要求量の他にものすごくですね有機物から分解される、そういった窒素分とかをですね好むっていう性質があります。でアボカドのこの葉っぱのサイクルはですねだいたい平均で10ヶ月程度と言われてます。8ヶ月から12ヶ月程度で、落葉する、枯れて落葉すると言われてます。常緑果樹なんですけれども、葉っぱのこのサイクルがものすごく早いんですね。はい、で葉っぱはですね小さいうちはですね、シンクとしてこう働くんですけれども、大きくなったらですね、それが、ソースとなって、いろんなところに光合成をしてでんぷんとかをですね送るっていう、機能があります。でそれが、だいたい役割がですね1年、すると終わって、枯れて落ちる、自然、落下するっていうことが自然落葉ですね、するっていうことがあります。で、この落ちた葉っぱがですね1年でこれもそろそろね下の葉っぱが落ちてきてるんですけれども、1年経つとこういった落ち葉がですねこの樹幹の下にですね、堆積して、でこれが分解されて、アボカドの、表層にですね張った根っこがですね、この、分解されたですね、こういった養分を吸ってくれるっていう構造になっております。でこういったサイクルがあるのでアボカドっていうのはこう地表付近にですね、側根っていうのを伸ばすっていうことがあります。もちろん主幹はあるんですけれども周囲に側根を伸ばすっていうですね、こういった性質があります。はい、なので僕たちはですねこういったアボカドの、生理学的特質上ですね、こういった落ち葉の撤去をせずにですね、そのまま落ちたままここにですね残しておく。でさらに刈った草をですねこの下にですね有機物を下に返していくっていうことをやっております。はい、アボカドっていうのは非常にですねこの水はけの悪い土地、水はけにものすごく敏感なところがあります。で水はけが悪いとどうなるかっていう問題なんですけれども、これ多くの論文が出てるんですけれども、例えばですねアボカドっていうのはこのフィトフトラネグサレという、フィトフトラ、シナモミだったかな、そういった菌に、すごく敏感です。でこれ排水性の悪い土壌だと一気にですね感染して、根腐れを起こします。で根腐れが、起きるとどうなる
るかっていうとですね、葉っぱの気候のですね、開閉が遅れます。開閉の、遅れるというか、やらなくなります。で、ガス交換をしなくなるので、これ、光合成がですねできなくなるんですね。二酸化炭素の取り込み、二酸化炭素を同化するっていう能力が、徐々に減っていきます。でこれ、いくつか論文が出てるんですけれども、この排水性の悪い土壌と排水性のいい土壌のですね、この、フィトフトラ根腐れに罹患する割合、そしてその結果、落ちていく二酸化炭素の同化量っていうのが出ております。はい。で排水性が悪いところだと、こういうふうに、光合成の不良になって最終的には根腐れするっていうことがですね、言われているので、この辺すごく敏感です。で実はですね、水はけの良すぎるところも、ある程度ですね乾燥の被害が出るっていうふうに言われてます。乾燥の被害が出るんだけれども、水はけ、水分に対するですねこういった被害の方が大きいので、比較的ですね栽培する時は、水ははける方がいいよねっていうことで、皆さんですねいろんな手法で試しているわけです。僕たちはですね岩石を入れて、水はけをものすごく良くするっていうことをやってるんですけれども、ある人はですね、この中に、有機物、いろんな有機物を入れ、例えばですねもみ殻とか、他にもその、炭化したものとかですね、もみ殻燻炭とか木炭とか炭とかですね、こういったものを、土壌に混ぜてやってる人もいますし、そしてあと、パーライトとかですね、ああいった複資材、を入れて、排水性を良くする工夫をしているわけです。あと高畝にするとかですね、あと暗渠を切ったり水はけの、水の位置をコントロールしたりですね、こういったことをやったりする人も、多いわけです。はい。乾燥の被害もですね、ある程度は報告されてるんですけれども、水の被害よりは少ないです。はい。で、砂質の土壌ではですね有機物をたっぷり入れて、なんだろうな、保水性を良くするとか、保肥性が低いので、そういった、有機物をたくさん入れて、解消するっていうことがなされます。でアボカドはですね、結構水の量を好むって言われている作物なんですけれども、実はですねものすごくこの水にすごく敏感なんですね。なのでちょっと難しい作物でもあるんですね。はい。で、傾斜地に植えられたりですね、水はけの良い土壌で植えられたりするんですけれども、実は乾燥しすぎるのもダメなんですよね。はい。で乾燥しすぎるとやっぱり光合成っていうのはですね、材料が二酸化炭素と水なので、乾燥による害もですね光合成低下、光合成不良を招きます。なので、葉っぱがですね、気候がどんどん水が乾燥ストレスになると気候が閉じてですね、二酸化炭素の取り込みをまずやめます。でその結果ですねしおれてきて、最終的にはカラッカラになる、干からびるようなですね症状が現れて、枯れるっていうことになります。はい。つまりですね水はけのいい土地で、灌水をしっかりやるっていうのがですね、今のところのアボカドの栽培、アボカド栽培での、正解値とされております。はい。で、またですねこの苗木をどうするか問題っていうのもあります。はい。で、日本でですね栽培する時にはやっぱりですね冬温度が下がりすぎますので、この耐寒性の高い品種を扱うっていうのがですね求められます。これメキシコ系とかの品種、メキシコ系の遺伝的要素が入った品種ですね。いろんなハイブリッドが出てるんですけれども、メキシコーラとかねベーコンとか、そういったものを使うとかですね。で他にも沖縄とかですね南西諸島、海に割と近い地域ですね、温度は下がらないんだけれども温度は高いままなんだけれども、塩害の被害があるとかですね、こういったところでは西インド諸島系の品種を使った方がいいと言われてます。こういったカビラとかですね、非常に相性がいいわけです。耐塩性とかですね、耐 pH、高 pH 性とかですね、フィトフトラ根腐れに対するちょっとした耐病性とかですね、こういったものが、あります。またこの苗木の品種によってですね、いろんなその窒素リン酸カリとか、微量要素の、どれが一番吸いやすいのかっていうのも、他の YouTube で、まとめておりますのでぜひそちら見てください。で他にもですねアボカド本格的にやりたいよっていう人はですね、アボカドの根っこがどうなってるのかとかですね、アボカドの光合成の、必要な光の量とかですね、光の密度とかですね、光の量とかですね、そういったものをお話しさせてもらってるのでオンラインサロンとかですね、入ってみて、勉強してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。このアボカドの苗木なんですけれどもまだ1年生なんですけれども、これから秋にですね接ぎ木をして、接ぎ木苗としてですね管理をしていこうかなと思います。はい。
ということで今回はですね、排水性の悪い土壌でアボカドの植え付けをする時のコツお話しさせていただきました。もしね試してみたいよっていう人は是非参考にしてみてください。はい、めっちゃ蜂が飛んでるんですよね最近。はい、アテモヤの葉っぱの後ろにねものすごく蜂がいてちょっと困ってるんですよね皆さんもね沖縄で栽培されている方はですね、気をつけてください。是非ですね、高評価ボタンを押していただけると、僕のモチベーションが上がっていろんな動画が出てくるっていう仕組みになってます。でまたコメント欄の方にもですね、感想とかですね、面白かったポイントとかで気になるポイントとかですね教えていただけると、僕の方もためになりますし、見てる視聴者さんもですねもっと有意義なものになると思いますので、是非よろしくお願いいたします。ご協力いただけたら非常に嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。